こんにちは、ジパング55のタカです。今私は大阪夢洲にある万博会場に来ております。今回は1週間ほど前に万博チケットを購入したので、直前で訪問を決めても万博は楽しめるのか検証したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。今回は万博会場までの行き方、チケット購入方法、パビリオン抽選方法、訪れたパビリオンの紹介と会場ランチ、結論直前でも楽しめたのかをお伝えしたいと思います。万博の基本情報を分かっている方は、概要欄からパビリオン紹介まで飛ばしていただけたらと思います。最後に結論をお伝えした後に、今回の反省を踏まえて、次回訪れるならこうした方が良いポイントをお伝えするので、参考にしていただけたら幸いです。それでは早速ご紹介していきたいと思います。万博会場は夢洲駅にあり、大阪駅から電車で45分ほどです。伊丹空港、新大阪駅、大阪駅など主要な場所から直通バスも出ています。後ほどご説明しますが、万博会場は東ゲートと西ゲート、2つの出入り口があります。電車で訪れる場合は東ゲート、バスや車で訪れる場合は西ゲートから入場するので注意してください。またバスで訪れる場合は予約が必要な場合もあるので、事前に空きがあるか確認するようにしましょう。またキャリーケースなどキャスターのついた大きな荷物は持ち込めないので注意しましょう。万博のチケット購入方法はオンライン、コンビニ、旅行代理店など複数の方法があります。チケットの種類によっても金額が異なりますが、大人1日券は土日券7500円、平日券6000円、夜間券は3700円です。土日か平日かでも値段が違うので注意が必要ですね。夏パスや通期パスも販売しているので、詳しくは公式サイトから確認してみてください。公式サイトからチケットを購入した場合は、購入前に万博 ID というものを登録してからチケットを購入することになります。他のサイトで購入した方は、万博 ID を作成してチケットと紐付ける必要があります。基本的に万博 ID に紐づいたチケットを使ってパビリオンを予約したり、予約の抽選に参加します。万博 ID 登録後、訪問日、入場ゲート、入場時間を選ぶ必要があります。訪問日を選択すると、ゲートと時間が表示され、満員の場合はその時間に入場することはできません。直前に入園日を指定すると、早い時間から満員になっているので、遅い時間からしか入場ができなくなります。今回私は1週間前に予約したので、11時からしか空いていませんでした。平日の月曜日だったので、空いているだろうと思っていたら意外に混んでましたね。月曜日や金曜日、夏休み期間中は混雑が予想されるので、注意してください。ゲートに関しては、電車を利用する場合は、東ゲート、バスや車で訪れる場合は西ゲートを選択してください。初期は西ゲートの方が空いているという情報もありましたが、最近はどちらも混んでいますし、日によってばらつきがあるので、ご自身の交通手段で選んでしまってよいと思います。ちなみに万博会場は、外側から東ゲートと西ゲートを移動することはできないので、注意しましょう。万博にあるパビリオンは、予約しないと入れないもの、予約するか当日並べば入れるもの、予約しなくても当日並べば入れるものなどがあります。公式サイトに本日の営業情報及び入場方法という入場方法の一覧が掲載されているので確認してみてください。パビリオンの予約方法は抽選2回、先着順が2回あります。1回目は来場予定日の3ヶ月前から2ヶ月前まで、2回目は来場予定日の1ヶ月前から8日前までです。抽選は希望パビリオンと時間を指定し、5枠まで登録が可能です。同じパビリオンで時間をずらして登録することもできますが、人気のパビリオンの場合は、
全て落選する可能性もあるので、滑り止めを一つ入れておくと良いかもしれません。2回目の抽選は、1回目の抽選で枠が埋まらなかった時間帯のパビリオンの抽選です。人気パビリオンは、1回目で埋まってしまう場合もあるので注意しましょう。私は1週間前の予約だったので、2回目の抽選のみ参加可能でした。2回目の抽選が終了すると、残りは先着順です。来場予定日の3日前から前日の朝9時まで予約が可能です。ただ先着順なので、真夜中から混雑し、サイトにもなかなかアクセスできない状況になります。人気のパビリオンは空きがあればすぐに埋まってしまうので、先着順はあまり期待しないようにしましょう。当日登録は入園後10分後から可能です。1つずつ登録が可能で、登録したパビリオンに参加もしくは取り消しを行った場合、次のパビリオンが予約可能です。パビリオンの予約が完了したら、来場までに万博アプリをダウンロードしておくと便利です。会場内のマップやパビリオンの待ち時間を確認できます。ここまで来れば、事前準備は完璧です。あとは訪れたいパビリオンやフードなどがあれば、調べておきたいですね。それでは当日の様子を交えながら、訪れたパビリオンを紹介したいと思います。月曜日の11時入場だったのですが、10時50分頃に着いた時はかなり混雑していました。今回は電車を利用したので、東ゲートから入場します。平日入場のお昼だったので、それなりに空いているだろうと思っていたら、そんなことはなかったですね。今日は天気も悪く、午後から雨予報です。万博の混雑具合は、多少の天候不良では変わらなさそうですね。入場しようと思ったら大行列で、全く入れませんでした。オープン時間だったらこれぐらい並ぶかなと思いますが、11時入場でこんなに並ぶとは思いませんでしたね。結局、入れたのは12時少し前でした。10時以降の入場の場合、1時間前から待機して並べる列があるので、早めに来た方がいいですね。今回私は新幹線で帰る予定なので、万博を20時に出る必要があります。なので滞在時間は8時間ぐらいですね。事前に下調べなどもしていないので、行き当たりばったりで訪問したいと思います。大屋根リングの外側に企業のパビリオンがあり、内側に著名人や各国のパビリオンがあります。こちらが大屋根リングです。高さ20メートル、全周約2キロメートルとかなり巨大な建造物です。木目基調が日本らしいですね。大屋根リングを抜けてしばらく歩くと、アメリカ館やフランス館が見えてきます。この2つはどちらも人気のパビリオンで、事前予約がないと相当並びますね。並ぶと2時間待ちのようです。人気パビリオンは、だいたい2時間くらいは並びそうでした。落合陽一氏のパビリオンは見た目から独特ですね。こちらも人気パビリオンのようです。最初にクエート館を訪れたいと思います。近くにあり、かなり人気パビリオンみたいなので、並びたいと思います。クエート館が中国館の隣にあったのですが、どちらも大行列で、列が整理されていませんでした。そのため列が入り乱れて、クエート館の列にどんどん割り込みされる状態になってしまいました。ここはスタッフの方が整理していただきたかったですが、何もできずにひたすら待ちました。結局、大量の割り込みがありましたが、2時間ほど並んで中に入れました。簡単にパビリオンの中をご紹介したいと思います。最初に、球体に映し出されたクウェートの紹介動画を見ます。
نستكشف المزيد.その後中に入り、クウェートの文化を楽しみます。砂漠の砂を触れる体験コーナーもありました。その他にもゲーム感覚でクウェートの文化や歴史が楽しめるようになっていました。ダンスコーナーでは画面に映る女性に合わせて踊りを踊れるようになっていました。他にも日本とのつながりを紹介したコーナーなどがありました。最後のシアタールームに入ると戻ってこれないので注意事項を聞きます。シアタールームは全面ドーム状になっており、プラネタリウムのようになっていました。首が疲れないように半分寝転んだ状態で見ます。壮大な映像を見ることができましたが、ストーリーなどはよくわかんなかったですね。お土産ショップにはぬいぐるみや T シャツなどが販売していました。それでは東ゲート側にあるフードコートを覗いてみたいと思います。物価はかなり高めでしたね。中華、洋食、うどん、海鮮丼などありましたが、どれもかなり高かったです。かけうどんが1杯1000円には驚きましたね。他にも大阪名物なども販売していましたが、かなり高い印象です。個人的には、急いでいなければ、パビリオン併設のレストランか、外から持ち込んだ方が良いのではないかと思いました。私はクウェート館を訪れたタイミングで、レストランに入りました。ここは20分ほど並んで入ることができました。クウェート館では中東料理を提供しています。スープ、サラダ、メイン料理などを提供しています。ただここも値段はかなり高く、メインプレートは3850円しました。ドリンクもアメリカンコーヒー1杯700円するので、かなり高めですね。各国のレストランは、お昼時に非常に混雑するので、時間をずらして利用するといいかもしれません。場合によっては入館制限で並ばせてもらえないので、注意してください。テイクアウトできる場合もあるので、柔軟に食事場所を選んでみてもいいかもしれません。事前に予約できるレストランもあるので、公式サイトから確認してみてください。ちなみにテイクアウト式のカフェでは、デザートなども提供していましたが、こちらも結構いいお値段がしました。バクラバというパイ生地を蜜に浸したようなお菓子を注文しましたが、一口サイズで1個700円しました。デパ地下でももっと安いので、
この値段設定はびっくりですね。物価は全体的に高いので、食にあまり興味がない方は無理して万博会場内で食べなくていいと思います。今回はラムマグブースを注文しました。ご飯とラム肉、トマトベースのソースと一緒に食べます。味は正直普通でした。ラムは臭みもなく美味しく調理されていましたが、ご飯とソースだけでは少し物足りなさも感じましたね。量は十分でした。このプレートとドリンクで値段が5000円近くしたことを考えると少し高いかもしれませんね。ただ日本ではなかなか見かけない料理を食べることができたので良い経験になりました。他にも各国の珍しい料理を提供しているので、事前にレストランの口コミを調べて訪れてみてもいいかもしれませんね。そんなに並ばなさそうだったので北欧館に入ってみました。あまり人気のないパビリオンのようですが、それでも20分ほどは待った気がします。フィンエアー主催でムーミンと記念撮影もできました。ムーミンが好きな方やお子さんには嬉しいかもしれませんね。会場に入る前に簡単な映像を見ますが、間に合わなかったのか装飾などが何もなかったですね。中は映像で北欧の風景や人々が映し出され、持続可能な社会への取り組みが紹介されていました。正直見る場所も少なく、すごい演出もなかったので、まあ並ばずにすぐ入れるパビリオンだなといった気がします。続いて西ゲートエリア付近に向かう途中にあるハンガリー館を訪れました。正味1時間ほど並んで中に入ることができました。入り口ではハンガリーと日本の類似点というパンフレットを配っていました。ここは展示物はなく、ハンガリー民謡などを生歌唱してくれます。会場に向かう途中には綺麗なガラスを使った展示がありました。注意事項を聞きながら待ち、開場すると着席して歌唱を聞きます。それでは歌唱の一部をお楽しみください。素晴らしい歌唱でしたね。興味のある方は立ち寄ってみてください。それでは大屋根リングの中を通りながら西ゲートエリアに向かいたいと思います。雨の日は大屋根が雨よけになってくれるので移動に便利ですね。ただ大屋根の上は雨が降るとかなり滑りやすかったので注意してください。
大屋根リング近くにあるパビリオンは、大屋根リングの下に列を作っていました。雨や暑い日は助かりますね。ガンダム館もありました。ガンダムは完全予約制で人気パビリオンの一つです。当日予約もあり、12時、15時、17時、19時に開放するようです。西ゲートの先のエリアにも飲食店や休憩スペースがありました。今日は天気が悪いこともありますが、こちら側の方が空いていました。西ゲートより西側は中心エリアから離れているので、人が少なめなのかもしれません。お昼時もこちらの方が空いているかもしれませんね。未来の都市パビリオンのそばには海が見えるベンチも用意されていたので、海を見ながら食事もできそうですね。それでは未来のパビリオンだけ予約が取れていたので訪れたいと思います。館内ではどのように社会が移り変わりテクノロジーが進化していったかを学ぶことができました。映像でわかりやすく内容を伝えていました。各企業の展示ではテクノロジーを用いた未来技術を紹介していました。川崎重工の展示では未来のロボットや船も紹介しています。未来の移動手段も紹介しており、個室のような移動車に乗り、ロボットが水などを注いでくれています。映像に合わせてダンサーが踊ったりもしていました。久保田の展示では巨大画面を使って食料事情のクイズなどを体験できるようになっていました。他にもいろいろ展示されており、未来の技術を垣間見れるパビリオンでした。シンガポール館も訪れました。建物の赤い球体が特徴的ですね。パビリオンは30分ほど並んで入ることができました。中に入ってまずは紹介動画を見ます。その後、森の中を歩くように館内を進んでいきます。奥に行くと球体に自身の絵を注ぎ込むエリアがあります。指で絵を描き球体に送ります。その後、パビリオンの球体天井に映像が映し出されます。先ほど描いた絵がここに映し出されるそうです。展示内容はシンプルで、お子さんは絵などを描いて表示されると嬉しいかもしれませんね。外にはカフェやお土産ショップもあり、休憩できるようになっていました。最後は各国がブースで出展しているコモンズ D を訪れました。並ばずに各国の展示を見ることができるのでおすすめですね。コモンズ館は複数あり、アフリカ、オセアニア、アジアの各国が自国の魅力を伝えています。パキスタンでは SNS でも有名な塩の展示がありました。装飾や床が塩でできていました。小さいエリアの中で工夫がされていて面白いですね。実際に触ることもできました。アフリカのブースでは突然楽器の演奏が始まるなど、スタッフも陽気な方が多かったですね。知らなかった国々の展示を見ることができるので、よかったら訪れてみてください。それでは今回の大阪・関西万博いかがだったでしょうか。万博を楽しめたのか、結論をお伝えする前に帰りの注意点をお伝えしておきます。東ゲートから帰る際は駅までかなり迂回して向かうことになります。ゲートを出てからホームに行くまでゆっくり歩くと10分から15分ほどかかるので、その辺りを考慮して駅に向かうようにしてください。それでは万博を楽しめたのか、個人的な感想をお伝えします。結論、私は楽しめました。直前予約でほとんど調べずに訪問しましたが、7つのパビリオンを訪れることができました。
人気のものも1つから2つは見れたので、ある程度は楽しめると思います。ただ万博の性質上、アトラクションは少ないので、各国の展示や未来技術にあまり興味がない方は行っても面白くないかもしれません。またパビリオンによってもかなり当たり外れがあるので、自身の好みに合わせて調べながら予約したり並んだ方が良さそうですね。レストランはかなり高額なので、せっかくなら万博会場で食べたいなどなければ外で購入して持ち込むのがいいと思います。次回訪れる際はより楽しむためにいくつか注意したいと思います。平日でも入場時間より早めに行くようにしたいと思います。パビリオンは予約必須のものを中心に抽選に参加し、予約がない人気パビリオンから並んでいくなど工夫をするといいと思います。また事前にパビリオンを調べ、人気でも自身の好みに合うかは調べた方が良さそうですね。レストランやカフェも目当てのものがあるかは調べてみてください。皆さんもおすすめのパビリオンやレストランがあれば教えてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。